第1章平穏な退職生活と1本の電話。半年前まで高橋誠は中堅企業の経理部長として数字と締め日に追われる日々を送っていた。それが今では朝は鳥の声で目覚め、妻の入れたコーヒーをゆっくりと味わう。長年の勤めを終え、62歳で手にした平穏という名の何よりのご褒美だった。リビングの窓から見える、丹精込めて育てている盆栽の松が、今日も青々としている。ああ、いい天気だ。今日はあの枝を少し剪定してやるか。そんなことをつぶやきながら、老眼鏡越しに新聞に目を通す。退職金も無事に口座に入金され、老後の生活設計は万全だった。これでのんびりできるな。妻とそう笑い合ったのは、つい先日のことだ。デジタル社会という言葉には、正直、まだ馴染めない。息子夫婦に持たされたスマートフォンも、その機能の半分も使いこなせてはいなかった。用途はもっぱら、妻や遠方に住む息子家族との LINE か、通話のみ。その小さな板が、世界中の情報とつながっているという実感は、どうにも湧かなかった。その日の午後だった。誠が盆栽の手入れを終え、縁側で一息ついていた。まさにその時、ポケットに入れていたスマートフォンが、けたたましい電子音で震えた。おや？取り出した画面には、見慣れない番号が表示されていた。それも、先頭には、81という奇妙な記号がついていた。プラス、81？一体、どこからだ？国際電話など、かかってくる当てはまったくない。商社マンでもない。ただの元経理部長だ。不審に思いながらも、その呼び出し音は必要になり続ける。万が一、息子の海外出張先からかもしれない。などと余計な想像が働き、誠は、緑色の通話ボタンを、恐る恐るスライドさせた。第2章自動音声の罠。もしもし？誠が発した声は、静かな午後の空気に吸い込まれた。電話の向こうからは、数秒の無音。そして、ノイズとともに、冷たく、感情の乗らない無機質な女の声が流れ出した。こちらは、警察庁です。あなた名義の銀行口座が、国際マネーロンダリングに利用されています。詳しい説明を聞く場合は、キーパッドの1を押してください。警察庁、マネーロンダリング。誠の穏やかだった日常とは、あまりにもかけ離れた単語が、無慈悲に耳に突き刺さった。心臓が、嫌な音を立てて跳ね上がる。なんだ？いたずらか？だが、声には奇妙な圧があった。自分は、法律に触れることなど、何一つしてこなかった。経理部長として、1円の誤差も許さず、真面目に、公正に働き通してきた自負がある。それなのに、なぜ、詳しい説明を聞く場合は、1を押してください。繰り返します。自動音声は、誠の混乱を待ってはくれない。警察という言葉の抗いがたい重圧が、誠の理性を鈍らせる。もし、これが本当なら？もし、放置して、大変なことになったら？家族に迷惑がかかったら？誠は、唾を飲み込んだ。1、押せばいいんだな。震える指で、画面に表示された、キーパッドの1を、強く押してしまった。第3章捜査官山本の登場。お電話変わりました。警視庁組織犯罪対策課、捜査第2係の山本と申します。自動音声とは打って変わって、電話口から聞こえてきたのは、非常に流暢で、落ち着き払った低い男の声だった。その声には、妙な説得力と、権威がこもっていた。高橋と申しますが、存じております。高橋誠さんですね。男は、誠のフルネームをよどみなく口にした。誠は、その事実に、さらに動揺した。山本さん、と、先ほどの自動音声は、一体、担当直入に申し上げます。高橋さん、大変申し上げにくいのですが、あなたの銀行の口座が国際犯罪組織の資金洗浄ルートとして使われた疑いが濃厚となりました。血の気が足元から引いていくのが分かった。そんなバカな。私は何も身に覚えはお気持ちはわかります。ですが、これは事実です。我々の捜査であなたの口座を経由して多額の不正資金が海外に送金されていることが確認されました。山本と名乗る男は淡々と、しかし有無を言わさぬ口調で続けた。誠は受話器を握る手にじっとりと汗がにじむのを感じた。何かの間違いではありませんか？間違いであってほしいと我々も願っています。ですが、
証拠がある。第4章巧妙な心理誘導と証拠。証拠ですか？あなたは、スマートフォンでビデオ通話というものが可能ですか？ LINE でも何でも構いません。ビデオ通話、息子家族と顔を見て話すために何度か使ったことがある。できますが、では、今から私の言う番号を LINE で検索し、通話をかけてください。これは、あなたの潔白を証明するために非常に重要な手続きです。誠は、言われるがまま、不慣れな手つきで LINE アプリを開き、山本に告げられた ID を検索した。表示されたのは、警察の紋章旭日章を思わせる金色のバッジのアイコンだった。通話ボタンを押すと、すぐに画面が切り替わった。画面の向こうに映し出されたのは、小ざっぱりとした40代ほどの男だった。背景はいかにも役所の一室といった殺風景な壁だ。男は誠の顔が映ると軽くうなずいた。山本です。高橋さん、よく見てください。山本は胸ポケットから黒い手帳を取り出し、画面に突きつけた。精巧に作られた金色の警察手帳だった。警視庁。山本です。誠は息を飲んだ。本物か偽物かなど見分けられるはずもない。だが、その所作はあまりに堂々としていた。続けて、山本は一枚の書類をカメラに向けた。逮捕状。その二文字が誠の目に飛び込んできた。そして、そこには誠の氏名、生年月日、そして現住所がくっきりと印字されていた。朱色のそれらしい印鑑まで押されている。驚かないでください。これはあなたが容疑者の一人としてリストアップされているという動かぬ証拠です。山本は書類を下げ、誠の目をじっと見据えるように続けた。いいですか、高橋さん。これは現在進行中の極秘捜査です。極秘。もしこの捜査内容が第三者に漏洩した場合、たとえご家族であってもです。その場合、あなたは証拠隠滅及び捜査妨害を図ったとみなされます。その瞬間、我々はあなたを共犯者としてご自宅に伺い、即刻逮捕します。逮捕。その言葉が現実味を帯びて、誠の頭を殴りつけた。家族にすら言えない。誠は完全に孤立させられた。第5章絶望的な要求。そんな、私はどうすれば。落ち着いてください。高橋さん、我々もあなたが犯罪組織と直接の関わりがないことはある程度把握しています。あなたもまた被害者である可能性が高い。山本の声がわずかに同情的なものに変わった。だからこそあなたに協力していただきたい。協力。このままでは明朝9時をもってあなたの全資産銀行だけでなく、すべての金融機関の口座が犯罪収益として凍結没収されます。凍結、没収。誠の頭の中で退職金の数字がぐるぐると回った。あれは妻との老後のための大切な資産だ。長年かけてコツコツと築いてきた人生そのものだ。それが一瞬にして消え去る。ですが、一つだけあなたの資産を救う方法があります。山本は救いの神のように声を潜めていった。あなたの資産が犯罪とは一切関係のないクリーンな資産であることを我々が証明する必要があります。そのために金融庁が管轄する保全口座にあなたの全資産を一時的に移管していただく。保全口座。我々がその口座の入出金記録を精査し、クリーンであることが証明され次第、全額速やかにあなたの元の口座にお返しします。これはあなたを救うための唯一の法的措置です。あまりに突飛な話だった。だが、目の前には逮捕状という恐怖がぶら下がっている。正常な判断などできるはずもなかった。わかりました。やります。やらせてください。第6章募る違和感。結構です。では、今すぐご自宅にあるすべての通帳、キャッシュカード、ご印鑑を持って銀行の ATM に向かってください。今すぐですか？一刻を争います。組織があなたの資産を動かす前に我々が保護しなければならない。誠は恐怖に突き動かされるように書斎に駆け込んだ。金庫を開け、銀行の通帳、新金のカード、妻から預かっている銀行の通帳までありったけのものをかき集めた。実印も確かに掴んだ。だが
その時だった。長年、経理畑で生きてきた男の本能とも言うべき小さな違和感がパニックに陥った頭の片隅でチカチカと警報を鳴らし始めた。おかしい。なぜ警察が個人の資産の移管などという手続きをするんだ？資産を保全するなら口座を凍結するのが筋ではないか？なぜ電話一本で？なぜ極秘に？なぜ ATM へ行けと？誠の動きがわずかに止まった。ビデオ通話の向こうで山本が眉を潜める。高橋さん？どうかしましたか？急いでください。山本さん、これはあまりに重大なことです。せめて妻にだけは一言話を。誠がかすれた声で言いかけた。その時だった。第7章孤立と焦り。共犯者になりたいのですか？山本の口調が突如として激しい怒気を含んだ恫喝に変わった。さっきまでの落ち着き払った捜査官の姿はそこにはなかった。いいですか、高橋さん。先ほども申し上げたはずだ。口外すればあなたも逮捕されるんですよ。我々はあなたを救おうとしている。これはあなたを救うための最後のチャンスなんです。それを無駄にするおつもりか？画面越しの凄まじい剣幕に誠の小さな疑問は一瞬でかき消された。そうだ、この人は私を救おうとしてくれているんだ。私が疑ってどうする？ごめんなさい。すぐに行きます。いいですか？銀行に着くまで絶対に電話は切らないでください。我々がリアルタイムであなたを監視し指示を出します。もし電話が切れればあなたは逃亡を図ったとみなし即刻逮捕状を執行します。監視、逃亡、執行、もう後戻りはできない。誠は通帳とカードを震える手でコートのポケットに押し込み受話器を耳に当て直した。わかりました。切りません。彼は妻に一言も告げずまるで犯罪者のようにこそこそと自宅の玄関へと向かった。家族にすら言えない。たった一人でこの恐怖と戦わなければならない。誠は完全に孤立し焦燥感に飲み込まれていた。第 8S 章起死回生の一言。玄関の叩きに立ち誠はよろめくようにして靴に足を通した。冷たい革靴の感触が足の裏に伝わる。あと一歩、このドアノブを回して外に出ればもう引き返せない。全財産が見ず知らずの保全口座へと消えていく。そのまさにドアノブに手をかけようとした瞬間、誠の足が鉛のように重くなって止まった。いや、待て、本当におかしい。もし山本さんが言うように私が今から家を出て ATM に向かうその道中でもし本物の犯罪組織の人間が私を襲ってきたらどうするんだ？警察はなぜ私を一人で行かせる？そもそも警察が逮捕するというのならなぜ今この家に来ない？なぜこんな回りくどいことを？長年の社会人生活で培われた論理的な思考、危機管理の常識、それが恐怖の分厚い壁を最後の最後でこじ開けた。もしこれが本物の警察の本物の手続きならば場所がどこであれ公明正大に行われるはずだ。誠は震える手でスマートフォンの画面を握りしめた。ビデオ通話の向こうで山本がどうした？早くしろ。と怒鳴っている。誠は息を吸い込んだ。震える声を無理やり絞り出す。意を決して彼は告げた。山本さん、なんだ。早く行け。これは私の全財産です。その手続きは必ず最寄りの交番に行って本物の警察官の立ち会いの下で行います。第9章崩れ落ちる詐欺師。その一言を口にした瞬間、電話の向こうの空気が凍りついた。数秒間の完全な沈黙。そしてビデオ通話の画面に映る山本の顔がみるみるうちに歪んでいく。さっきまでの冷静で威厳のあった捜査官の仮面は音を立てて崩れ落ちた。貴様、何を言ってるんだ？聞こえてきたのは焦りと怒りがむき出しになった金切り声だった。それはもう捜査官の声ではなかった。ただの獲物を逃しそうになっている卑劣な犯罪者の叫びだった。これは極秘捜査だと言っただろう。交番なんかに行ったらお前は共犯者として終わりだぞ。いいからさっさと振り込め。聞こえないのか？
このクソじじいが逮捕されたいのか。誠はもう怯えてはいなかった。恐怖は怒りと確信に変わっていた。彼は静かに、しかしはっきりと告げた。あなた、警察官じゃありませんね。画面の向こうの男が息を飲むのが分かった。そして次の瞬間、クソが。時間の無駄だったぜ。山本は汚い捨て台詞を吐き捨てた。画面は一方的に暗転し、通話は切断された。無機質な切断音が静まり返った玄関に響き渡る。誠はその場にへたり込んだ。全身から力が抜け、冷や汗が背中を伝っていくのが分かった。助かった。あと一歩で全てを失うところだった。第10章を取り戻した平穏と新たな一歩。我に返った誠は震える足で立ち上がった。そして彼はコートを羽織ったまま家を飛び出した。向かった先は ATM ではない。彼が起死回生の一言として口にした最寄りの交番だった。ということがありまして、交番のカウンターで誠が事の一部始終を説明すると、若い警察官は真剣な顔でうなずき、そして優しく言った。高橋さん、それは典型的な警察官なりすまし詐欺の手口です。振り込む前に気づかれて本当に良かったです。その冷静な判断がご自身の財産を守りました。本物の警察官のその温かい言葉に誠は心の底から安堵した。帰宅した誠は何事もなかったかのようにただいまとリビングに入った。あら、お帰りなさい。どこか出かけてたの？妻ののんきな声を聞き、誠はさっきまでの恐怖とのギャップに思わず苦笑いした。彼は妻に全てを打ち明けた。妻は顔を真っ青にして震え上がったが、最後にはあなたが無事でお金も無事で本当に良かったと誠の手を握りしめた。もう二度とあんな奴らに騙されんぞ。翌日、誠は近所の公民館に電話を入れていた。もしもし、来月から開催されるシニア向けスマートフォン安全教室ですがね、まだ申し込みは間に合いますかな？デジタル社会に負けないために、そして妻と築いてきた大切な未来を守るために、誠の新たな一歩が確かに踏み出された瞬間だった。法律 Tips コーナー。今回のエピソードいかがでしたか？主人公の誠さんは間一髪で詐欺被害を防ぐことができました。私たちの身近にも潜む巧妙な詐欺の手口について、法律や制度の知識で対策しましょう。ポイント1、警察官や行政職員が電話で資産の移動を指示することは絶対にない。警察官、検察官、金融庁の職員などが電話やビデオ通話で資産を保全する安全な口座に移管しろと指示することは絶対にありません。また、ビデオ通話で逮捕状や警察手帳を見せてくる手口も多発していますが、それらは全て精巧に作られた偽物です。公的機関が資産の差し押さえなどを行う場合は、必ず裁判所の令状を持った職員が直接訪問するのが原則です。ポイント2から始まる電話番号は、ほぼ詐欺、81や1など、見慣れない記号から始まる電話番号は、国際電話であることを示しています。日本の警察庁や市役所などの公的機関が国際電話を経由して国民に連絡してくることはまずありえません。このような番号からかかってきた電話は再通話を疑い、すぐに出ずに切断しましょう。ポイント3、迷ったらすぐに警察相談専用電話9110へ、これって詐欺かも？と少しでも不安に思ったらすぐに相談することが大切です。緊急の事件事故の110番とは別に、警察には警察相談専用電話9110という窓口があります。これは緊急性はないものの、ストーカーや DV、悪質商法、迷惑行為といった生活の安全に関する相談を受け付けてくれる全国共通のダイヤルです。判断に迷ったら一度電話を切り、必ず9110に相談してください。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。